ついに業務用の交差機械汎用フライスパンを買いました。いやー、やっとここまで来ましたね。7年8年ぐらいかかりましたか。最初はね、会社員で会社にお金を払って機械を貸してもらってたんですけど、その会社を辞めるってなって、ただでもなんか機械ないと何もできないから、とりあえず機械買おうって買った、卓上旋盤、そしてボール板買ったり溶接機買ったり、いろいろ作ったりしてましたけど、やっと僕もこのクラスの工作機械を手に入れたなと。なかなか感慨深いですね。詳細については前の動画、小林機械さんとのコラボの動画を見ていただけたらと思うんですけど、本体価格が70万円、送料とかなんやかんや入れて80万円とか、それくらいになっております。めちゃくちゃね、綺麗なんで、最初フライスパン買うってなった時はボロボロのを買って NC 化しようかなとか思ってたんですけど、なんかこんなに綺麗なんだったらそのまま使った方がいいかと思ったんで、しばらくはこのまま使いたいと思います。気が向いたら NC 化するかもしれないですけど、まだちょっとわからないですね。で、搬入すでに終わっておりまして、クレーンで2階に上げてもらって、そこから毘沙門っていうなんかフォークリフトの前だけみたいな、爪だけみたいなやつをこの借りてる工場にお借りして、この部屋まで運んできました。で、運んだ後下ろすのはこういう、爪付きジャッキっていうかな、これで5トンとかまで上げれるんですけど、これを使って、片方ずつこう下げていく、板木を挟みながらその板木を細くしていって下ろすっていう感じで、なんとか設置できました。でレベリングに関しても知り合いの方にお願いしたのでやっていただいてます。なのでもう使える状態なんですけど、今回は機械買ったら終わりじゃねえぞっていうところで購入品のご紹介とかその辺を詳しくやっていこうと思います。テーブル寸法が 210mm×950mm、ここのテーブルの寸法ですね。あとは溝、テーブル溝が 16mm が3本あります。で左右の移動範囲、X が610、Y が200、Z が400。Z400 あるんで、倍数置いても全然余裕ありますし、ブロックをね立てた時のここのとかに溝を掘りたいみたいな時も、全然余裕かなと思います。であと、切削送り、自動切削送りが、X だけついてまして、こっち方向ですね。それの速度が、毎分29から1587ミリ。これが 3×6 段変速になっていますと。で左右の早送りもついてまして、それは毎分2500って結構速いスピードで動きます。で主軸テーパーが NT の40なので40番ですね。で主軸回転速度は150から2000、これも 3×6 段の変速になっています。でヘッドの傾斜角が20度になってまして、ここの角度変えれるんですけど、これが20度までっていうなんか微妙な感じ。本当はね45度とか言ってくれたら、面取りできるし、90度言ってくれたらアングルヘッドみたいな横穴の加工とかもできるんで、そこがちょっと20度って微妙だなっていう、使い道があまりなさそうな気がしています。で、重さが 1.1 トンなんで、ここがねちょっと2階なんで、どうかなっていうところなんですけど、一応今そのまま置きで使って、必要であればアンカーとかそういったのを打って固定する必要があるかなという感じです。あとこれ忘れてました。三豊さんのリニアスケール、これが XYZ3 軸ついてるんですよ。ほとんどのフライス板ついてても XY とかの2軸なんですけど、これね3軸ついてるので非常にありがたいですね。でしかも多分純正オプションっぽいんですよね。なんで取り付けがものすごいしっかりしてる。本体だけでも数十万するんですけど、それのジグ、取り付けためのジグとか取り付けの工賃とか入れるとさらにプラス数十万するんで、かなり高いオプションなんですけど、これがセットっていうのはね非常にありがたい。しかもねこれねちゃんとマニュアルもついてるんですよ、当時の。なんで使い方がわからないみたいなこともないですし、めちゃくちゃ嬉しいですね。これがリニアスケールで、それを覆ってるカバーですね。そしてそれらを取り付けるためのブラケット。
これが XYZ すべての軸についています。で、配線があって、ブレーカー、メインのブレーカー。あとはクーラントポンプのスイッチがあるんですけど、これは押しても反応がないです。おそらくね、使ってないっぽいですね。使ってなかったと思います。で、そもそもクーラントノズルすらこいつにはついてなかったんで、切り子とか見た感じもなんか樹脂っぽいのを削ってたような雰囲気だったんで、おそらく前の会社さんでは、クーラントは使われてなかったんじゃないかなと思います。で、ここがギアボックス、裏のギアボックス、ベルトなんですけど、ベルトでいろいろついていて、こいつがメインのモーターですね。こいつで全部動かしてるんで、基本はこれが回ってないと動かない。なので、主軸が回転してないと自動切削送りは使えないという感じですね。ただ、早送りに関しては別のモーターが取り付いているんで、主軸が回ってなくても動かすことができます。切り子受けかなわけないよ。お、油だ。色的には廃油なんですけど、クーラントで使ってたやつか。ここにメッシュのあれがあるんで、クーラントでやったやつは一旦ここに入ってたまるから、これなのかな。でもノズルないしな。謎の油がめちゃくちゃ溜まってる。主軸に結構近いところにもなんかカバーがあったんで、これも外してみましょう。おそらく点検窓とかそういったやつだとは思うんですけど、あれ取れない。おおおお、油が。おお、すげえ。油が、やばい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 。やばいってこれ。油が。中にギアがたくさんあって、そのギアの半分ぐらいまで油が溜まってますね。さらに上の方にもギアがあって、いろいろとこう噛み合うようになってますね。で、ちょうど反対側に主軸の回転数を変えるためのレバーがあるんで、あそこを動かすと噛み合うギアが変わって回転数が変更されるようになってるんですね。はい、これらがフライス版購入にあたり今回用意した商品です。まだまだね欲しいものたくさんあるんですけど、とりあえず用意したものになります。まずこちらオイルストーンですね。工作機械には必需品、もうちょっと大きい方がいいんですけど、ちっちゃいの安かったんで買ってみました。こちら何に使うかというと、テーブル上面のバリとか返りを殺すっていうんですけど、取るために使うヤスリですね。オイルストーンっていう。はい。こちらが機械油ですね。機械にはですね、たくさんの油が潤滑していまして、それないと機械壊れちゃうんで、これが VG32 っていうマニュアルにあったやつにのっとったオイルになります。いろんなところで使うんで、手動面とかギアとかの潤滑だったりとか、全部これでいけるはず。この辺いこうか。ちょっとこれ使うかどうかわかんないですけど、ないと困るなっていうことで、これなんていうのこれ。ブロック、穴開きブロックなんですけど、高さ出しだったりとか、何かワーク固定とかいろんな使い道があって、ジグの一種だと思うんですけどね。こういったやつ、各面が研磨されてて厚みとか寸法全部出てるんで、これを使って何かしら作るみたいなジグです。一応あった方がいいかなと思ってとりあえず買っておきました。これが2個ですね。であとはこれ回転センター、原点出すための回転センターでもよかったんですけど、せっかくならこういうのがいいなと思って、アリエクで怪しいタッチプローブ買ってみました。電池式でですね、ワークにタッチすると光って現在地を教えてくれると。このやつと
あそこの機械についているリニアスケールをセットで使えばワークのこの真ん中で割り出ししたりとかもかなり容易にできるんじゃないかなと思います。ちゃんと使えるか精度が出てるかは知りません。とりあえず買っただけです。あとこれがパラレルブロックですね。正直台とかって言ったりしますけど、これね買った時高さ違い買ったはずなのに届いたのが全部高さ一緒で、間違えたかなと思ったんですけど、中の板が高さが違うだけでちゃんとね高さ違いでした。だから紛らわしいんだよねこれ。全部同じに見えるんですけど、ちゃんと5ミリピッチぐらいで、ちゃんと入ってました。これはバイスと一緒に使うものですね。これねわかるかな。主軸のテーパーを掃除するやつ、正式名称がね分かんないんですけど、主軸のテーパーにゴミがついたり切り子が入ってしまうとそれだけでもうダメになったりするので、こういったので毎回掃除しながら工具を交換するというやつ。スピンドルテーパーワイパー、そのままに、はい、これ長さ違いなんですけど、コレットチャックですね。ER16 のタイプのコレットチャックで、一応ミーリング1本は機械に付属してたんですけど、それだけだと狭い立ち壁のところの穴開けとかできなくなったりするので、一応使うか分かんないんですけど買っておきました。これミーリングチャックに取り付けて使います。で長さ違い、こっちが200かな。あんまり使いたくないですけどね、はい、一応用意しました。こういうのはね持っとくときりないから、あったら便利で揃えちゃうとね何ぼ金あっても足りないから、必要な時に買うのが正解かもしれないですね。小林機械さんで購入させていただいた中古のコレットですね。1個1000円です。であとこれが新品のがいくつかあったんで新品も購入しました。新品が1500円だったかな。はい、1500円。新品中古でも全然綺麗でしたけど、新品あるなら新品もいいなと思って買いました。めちゃくちゃ綺麗です。あとはこれがね、ボール板あるんでいらないかなとも思ったんですけど、ないと困るかなっていうので一応買ったドリルチャックで、こっち側が32パイになってるやつなんで、ミーリングチャックに直でこれが使えるっていう。ドリルの径って基本はエンドミルシャンクだったら8だったら8パイなんですけど、黒ドリルとか特殊な径のドリル使うと8.2 とかになってくるんで、そういった場合こういったドリルチャックないと使えないんで一応買っておきました。はい、これも中古ですね。であとこれが、フェイスミル。フェイスミルはね、ないと仕事にならないんで一応買いました。三菱マテリアルの古そうなフェイスミル。これも中古です。1万円 ?1 万ちょっとしたかな。はい。NT40 なんで、ミーリングチャック外してこれをつける。結構重たい。5枚刃ですね。5枚刃で何パイだっけ ?100 パイだっけ。5枚刃って測りにくいね。100パイ。なんで、サイズにはちょうどいいかなと思います。はい。で、あとこれ。この木箱。これがね、ほんと奮発して買いましたよ。よいしょ。はい、こちらが、何もわかんないですね。映像だと。マイクロメーターのセットになります。最小は0.25から最大がいくつ ?125 から150までの25飛びのマイクロメーターセット。三つ豊さんのやつです。めっちゃ高かった。ちょっと泣きそうになりました。一応こういったね、構成のためのやつもついてる。新品です、これ。こういうのはね、ないと、機械あっても削れるけど測定できないと、それって製品としてはね、ダメなんで、測定までがものづくりなんで、測定具も一式購入しました。
で、前から欲しかった理由としてはデジタルマイクロ持ってたんですけど、デジタルで電池式なんですよね。で、古いやつだったからか電池がすぐなくなるんですよ。電源オフボタンがなくて、最新のやつだって多分あると思うんですけど、古かったからか電源オフがなくて常に液晶がねついたまんまだったんで、使いたい時に電池がなくなるみたいなことが多発したんで、もうだったらもうデジタルじゃなくてアナログでいいやってことで、アナログのやつ一式買いました。はい、高かった。で、これ違うな。これ購入品じゃないですね。いや、これね、めっちゃ欲しかったんですよ、実は。汎用フライス買ったんやったらこんないい CAD 用マウスいらんでしょってね、思われる方いらっしゃると思うんですけど、これがめっちゃいるんですよね。なんでかっていうと、これまでもね、これからも僕は 3D CAD で設計していくので、もうこういったね、CAD 用マウスがあったら、もう時間がね、全然違ってくるんですよ。というのも、実は使ってたことがあって、これじゃないですけど、作ったんですよ。海外の方がね、設計してくださったやつで、3D プリンターで作る 3D マウスみたいなやつを作って気に入ってめっちゃ使ってたんですけど、数ヶ月経ってからですかね、なんか勝手に軸が傾くようになってしまって、僕の作り方が多分悪かったと思うんですけど、そのドリフト現象かな、そういうのが起きてしまって、もうそこから使わなくなってたんですけど、普通のマウスで一番最初設計してたんですよ。そしたら手首がおかしくなってしまって、そこからトラックボールマウスっていう親指で動かすマウスになって、そこから手首のあれは治ったんですけど、やっぱりね、左手って余ってるんですよ。もちろん点キーをね左手に置いてやったりとか、いろいろやることはあるんですけど、実は左手で 3D ビューを動かしながら設計すると、面の裏側とか自由自在に傾けながら設計できるんで、設計効率がね爆上がりするんですよね。で、ちょっといいやつ欲しいなと思ってたら、ご提供いただいたんで、ちょっと開封して、使い勝手なんかをねレビューさせていただこうかなと思います。結構ねずっしりとした重さがあります。おお、びっくりした。カバーですね。重っめっちゃ重い。悪い意味の重さじゃなくていい意味の重さ。すっごいなんか所有感というか、ちょっとどっかカフェに持っていくにしてはちょっと重いですけど、自宅で固定して使うっていう分にはすごいいいかもしれない。安定感がありそう。で、僕のは、ワイヤレスタイプなんで、無線で使うことができます。かっけかっけ充電式ですね。ここにタイプ C があって充電して使うと。で、ボタンが2箇所左右にあるんで、好きなキーを割り当てることもできる。これがスイッチかな。これがスイッチですね。つきました。ここのランプが光りました。うわ、かっこいい。すごい。初めて触ります。横にスライドみたいな動きもあるし、傾きもあるし、ひねる、ねじる動作もあると。ケーブルか。充電のケーブル。そして、これがレシーバーですね。USB のレシーバー。おそらくこれ使わなくても Bluetooth で設定できるんじゃないかな。わかんない。できそう。ケースめっちゃしっかりしてるからいいですね。これだと、重たいですけど、しっかり固定されるんで、持ち運びにはいいですね。ハードケースみたいな感じになってます。ちょっと使い勝手をね、家で特訓してからやります。はい、スペースマウス1週間ほど使いまして、だんだんと自分なりの使い方というのが体に馴染んできました。今まではですね、こういった 3D モデル、例えばこれはフライス版のテーブルなんですけど、こういったモデルの背面、今ちょうど見えなくなっているところに穴を開けようとする場合ですね、このスケッチを作成をして、この右上にある、なんか6面体を左クリックでマウスで押しながら回転させて面を選ぶ。そして円を描いてスケッチ終了。そして押し出しで500で貫通みたいな感じの
やり方をやってたんですけど、これがですね、スペースマウスを使用すると、このマウスの動きに注目してください。まずスペースマウスの左ボタンをクリックしてスケッチを作成。そのままスティックを回転させて背面を選択。円を選んで、ここで初めて右手がマウスから離れて点キーに移行します。で、書けたらもう一度スペースマウスの左ボタンを押して押し出し、穴を選択してもう一度手を離して数値を入力。これで穴が開きました。このスピードです。ズームもできますし、自由自在にワークを傾けることができます。右ボタンにはデフォルトのフィットだったりとか、右側面ビューなどを、設定してます。ちょっと近すぎるこんな感じで自由自在にショートカットキーを割り当てると作業効率がねかなり上がるんでおすすめです。で、このスペースマウスの左右のボタンはソフトウェアごとに自由にショートカットキーを割り当てることができまして、自分で設定することもできるんですけど、めんどくさいよっていう方はオートデスクフュージョン用に今僕が作ったやつはダウンロードできるようになってますので、使ってみたい方はダウンロードして設定してみてください。設定の仕方はこの詳細情報から設定を入力というところでダウンロードしてもらったファイルを設定していただくと使えるようになります。で、あとこちらのバイスも購入しました。フライス版と同じく小林機械さんで一緒に購入させていただいたものですね。もともとこういうクイックバイスっていうんですかね。こうスライドさせてここでギュッとロックするカム機構になってるバイスを使ってたんですけど、フライスで使う場合ちょっとね横送りした時に多分ワークぶっ飛んじゃったりするんで、主にボール盤で使うようなバイスなので、より把握力のあるマシンバイスを今回購入しました。で、これもっとね把握力持たせようと思えば油圧バイスとかいろいろあるんですけど、価格がねどんどん高くなっていってしまうんで、これにしたという感じですね。こいつの特徴としては下に回転台がついてるんで、こう角度をねつけて削るみたいなことが簡単にできるんで、汎用フラスで使う分にはかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思って、こちらを導入してみました。バイスを乗せる前にカエルを殺さないといけないのを忘れました。パッと見ねこっち側綺麗なんですけどね、こっち側打痕が多いです。めちゃくちゃ抵抗を感じますね。で、このバイスをフライス版のテーブルに置きたいんですけど、これね重たくておそらく3、40キロはあると思うんですよ。で、そんなんをやってると腰をやっちゃうかもしれないんで、こういう時に登場するのが以前制作したガントリークレーン。ガントリークレーン作っててよかったですね。まさかこんな使い道があるとは思ってもいなかったです。めちゃくちゃ楽にバイスが乗せれました。で、本来はあれバイクのフロントフォークをね外す時とかのその吊る用に作ってたんですけど、こういった使い道もあるのかと、学びになりました。で、あとこれね地味に改造してまして、リモコンなんですけどガントリークレーンのプラプラしてたんですね、今まで使わない時。けど後ろにね 3D プリンターとマグネットでこうつけたやつをね取り付けたんで、使わない時はマグネットでガントリークレーンの柱にパチッと留めることができますので、これおすすめのカスタムです。こ出しも OK ですね。ではこのスピンドルテーパーワイパーを使ってスピンドルの中を掃除していきましょう。ちなみにこれが元からついてたミーリングチャックですね。めちゃくちゃ綺麗です。ほぼ新品と言ってもいいぐらいかなり綺麗です。一応動画でね購入の時の動画で中見たんですけど、結構ね普通に綺麗だったんで、何もないとは思うんですけど、一応こうやって掃除して中がどうなってるかを確認しましょう。
でこの後フェイスミルつけるんで、工具交換のたびにこうやって掃除した方がいいですね。逆回しもしとこうか。さてどうでしょうか。多少のサビとか汚れなんかはねつくと思うんですけど、はい、こんな感じですね。パッと見ね、一見綺麗に見えてもこれだけカスみたいなのがついてると。はい、これが中古で買ったフェイスミルですね。黒ずんでる部分あるんですけど、傷とかはほぼほぼないんで、かなりこれも綺麗な状態かなと思います。この中にまっすぐ入れて、でキーがあるんでキーに合わせる。であとは引きネジになってるんで、上のネジを回していってあげれば、で一応今軍手、怪我防止で軍手使ってますけど、フライスの電源落としてますんで、巻き込まれる心配はありません。SS400 バイスに取り付けたんで、こちら削っていきます。0セットしたところからコンマに Z を上げたんで、それを削り落としていきましょう。一応自動切削送りで削ります。ここにレバーがあるんですけど、これをこっちにするとテーブルがこっちに動くはず。はい、今ゆっくりですけど動いてますね。怖っ。おお、削れてる。鉄が削れてます。鉄が削れました。めっちゃ綺麗。適当ではないけど割とラフな条件だったんですけど、めっちゃ綺麗に仕上がりました。中古のフェイスミルなのに。これ当たりのフェイスミルですね。フェイスミルってぶつけたりしてると高さがバラバラになってて、5枚刃なんですけど3枚刃で削ってたりとかあるんですけど、これ多分ちゃんと全部5枚刃当たってる風です。ちょっとちゃんと確認しないけどあれだけど、そういえば確かフライス購入動画のコメントで早送りで動かした時にハンドルが高速回転して危ないんじゃないかみたいなのがあった気がするんですけど、一応ロック機能がついてまして、ロックが外れていたら動力が伝わらないんで、早送りで動かしてもハンドルは回らないんで、こういった安全対策はしっかりされている機械ですね。軽く使ってみた感想としては、やっぱ鉄が削れるって本当にありがたいことなんだなと思いましたね。卓上 CNC フライスとか使ってごまかし削りしましたけど、音すごいし振動すごいし、とてもじゃないけど日常使いしたくない感じだったんですけど、こいつに関しては安心して加工を任せられる、このクラスのフライス買ってよかったなという感じですね。あとは低い低すぎる、ちょっと小型っていうのもあるし、僕はちょっと大きめなんで Z 軸のねハンドルを回す時にこのぐらいかがまないと届かないんですよ。これ日常使いしてると多分腰やっちゃうんで、何かしら台乗せてかさ上げしないといけないかなとは思ってるんですけど、なんせ 1.1 トンあるんでしっかりしたもの作らないといけないから、ちょっと考えます。一旦保留で。あとは作業台欲しいですね。作業台買わないといけないかな。このフックスパナーとかをかけるところとか、何かしら小物、今この辺にぐちゃぐちゃって置いてるんで、やっぱ作業台を置いて作業しやすくしないといけないし、あと必要なものがまだまだある。ボーリングバーとインデックステーブルと、あとイケールとかそっち系ですね。サブテーブルなんかもあった方がいいと思いますし、切りないんでね、ここどうやっていくかっていうのがあれなんですけど、徐々に用意して集めて、快適なフライスライフを送れるようにしようかなと思います。というわけで、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。